皆さんこんにちは、ぬいぺです。はじめまして。普段私ぬいぺはブログでダッフィーを中心にぬいぐるみの服の作り方と型紙をアップしてます。そのブロガーのぬいぺがついに YouTube デビューします。イエーイ。なぜ私が YouTube を始めようと思ったかと言いますと、読者さんの作っている過程動画でも見たいですっていう声がきっかけなんです。ははん、確かにって思いまして、ブログだとその文字と写真だけだからちょっと止まってるとことか分かりにくいんですよね。で、結構迷っちゃったりすると思うんですよ。でも動画だとそこを動いて見せられるのでスムーズにカバーできると言いますか、もっと分かりやすく伝えることができると思ったんです。なのでこれからはブログと一緒に動画の方も私頑張っていこうと思います。ブログと一緒に動画を見るともっと分かりやすいかと思いますので、ぜひブログの方もチェックしてみてください。今回は基本的な布の部分的な名前について説明していこうと思います。説明に使うこの布は家にあったデニム地です。今見えてるのが表面で、裏面はこのような感じになってます。で、この白っぽく見えてるとこの説明からいきたいと思います。ここが布の耳と言います。耳というのは布の両端についているもので、もう逆側の耳はこんな感じになってますね。わ、こっちめっちゃシワシワ。あちゃちゃちゃ。はい、失礼しました。この耳から耳までの幅のことを布幅と言います。その布幅は生地によっていろいろありまして、90センチのものもあれば140センチ幅のものもあるので、買うときに生地のタグをチェックして見ることをお勧めいたします。はい。耳に対して平行な方向を縦地と言います。この縦地っていうのがめちゃくちゃ重要なキーワードでして、裁断で縦地が分かってれば OK って言われるくらいです。だいたい型紙とか説明書にはこの縦地の記号が入っているかと思います。それを目安に型紙を当てて裁断していくことが多いです。その縦地に対して垂直になっているこの横の方向を横地と言います。さらに縦地と横地に対して斜めの方向をバイアスって呼んでいます。そのバイアスの方向で切ると何がいいかと言いますと、縦地や横地で裁断するよりも布がほつれにくいんです。一番の特徴はバイアス方向はよく伸びるっていうことですね。例えばちょっと引っ張ってみるんですけど、この斜めにほら、ちょっとウィーンって伸びてるの分かります？それに比べて縦地で引っ張ってみると伸びないね。全然伸びない。横地だとちょっとは動くんですけど、バイアスに比べると伸びません。バイアスはよく伸びる特徴を生かして縁取りやパイピングなどの始末によく使われます。ぬいぐるみの服だとこの T シャツのこのパイピングのとことか、この布をね、この布はバイアス立ちで作ってるんですけど、こういうパーツによく使ったりします。はい、というわけで今回は基本の基本、布の部分的な名前について説明していきました。いかがだったでしょうか？布の名前や性質を覚えておくと服を作る時にも役立つので、ちょっとね、頭の片隅に入れておいてもらえたらと思います。いろいろあってよくわかんないって人は、とりあえず今日縦地だけ
縦字だけ覚えてください。縦字がわかるとね、型紙や裁断で困ることはまずないと思いますので、縦字はぜひ覚えてください。次回は型紙の基本の名前や記号について動画で説明していきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。バイバイ。